ひろみの育児チャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。さて今日は小学校入学前に準備したことについてお話をしてみたいと思います。私の息子は4歳半の時に知的なしの ASD と ADHD と診断を受けました。それまであった家での困りごとは主に2つありまして、もうとにかくこだわりが強いので、ちっちゃいことで予想もできないようなところでギャーッと怒ってしまう癇癪、そして入眠に時間がかかったり、寝てもすぐ起きてしまう中途覚醒だったり、睡眠が上手に取れない睡眠障害、この2つがとても我々家族を悩ませていたものでした。で、保育園ではどうだったかというと、全く問題を起こしたことは一つもなくて、お友達とトラブルになったこともないですし、先生の指示通りに動けてはいたんですけど、過剰適応だったのか、もう家ではもう帰ってきた瞬間から大感触で、かなり私たちも疲弊をしておりました。ただそうした家での困りごとに関しては、4歳半の時に出会った主治医のおかげでですね、かなりなくなりまして、生活自体は非常に穏やかに過ごしやすくなっています。ただやっぱり癇癪は今もありますし、ASD とか ADHD だからかわからないんですけども、言葉のチョイスとか親に対する態度とか、選ぶ言葉のワードとか、びっくりするようなことっていうんですかっていうのもちょこちょこあったりして、もうだいぶ慣れてはきてるんですけど、なんていうのかな、ちょっと大変だなって思うことは今でもあります。ですが診断される前に比べたらもう比較にならないほど生活は楽になってきています。で、診察の様子だったり、癇癪の対応だったりっていうのは、こちらの動画にまとめておりますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。で、今日は小学校生活、前に準備したこと、そして今後はそういったことがどんな風に結果として出たのかっていうところも見てみたいなと、観察していきたいなと思っているんですけれども、小学校ガラッとね環境が変わって、発達障害でない子たちもかなりドキドキすると思いますし、不安もあると思いますし、疲れることもあると思います。そういったことは想像はできるんですけれども、私が主治医に言われたことは、やっぱり発達障害の子、特に気づかれにくい知的の遅れのない子っていうのは、一見みんなと普通に同じようにできるように思われてしまうので、なんでできないのっていうのが少しずつ出てくると。彼らはやっぱり自分を抑えながら外で頑張っているので、ある程度自由度のある保育園であれば頑張れたけれども、時間割がきっちり決まっていて、それぞれの教科ごとに持ち物も決まっていて、体育だったら着替えなきゃいけないとか、本当にタイムスケジュールがきっちりしている環境になってくると、やっぱりどんどんできないことが増えてきてしまって、周りからもできないレッテルを貼られたり、自分の中でもなんでできないんだろうって自己嫌悪になってしまって、少しずつ学校が苦しいものになってしまいがちだったりとか、あるいは、普通の子が家での 1.5 倍とか 1.2 倍頑張れば小学校でできるようなことでも、発達障害があるがゆえに人の5倍とか10倍頑張らないとできなかったりして疲弊してしまうと。その疲れ具合が全然普通の子と違って、でもそれは傍から見るとわからないじゃないですか。なのでサポートもされなくって、1学期が終わった頃にはもう疲弊して学校に行きたくありませんっていうこともありますっていうようなことはもうずっと聞いていました。で、そうならないために家でどんなサポートができるのか、医療の観点からはどういったサポート方法があるのかということをヒアリングしたり相談したりっていう時間をですね、我々は2月の終わり頃に主治医とがっつり2時間ぐらい話してきました。で、そういったことをもとに意識していることだったりとか、そういったお話を今日はしてみたいと思います。で、まず一つ目は、お薬を新しく服薬したことです。
インチュニブという ADHD の衝動性とか多動性とか、ちょっと気持ちがガーってイライラしちゃったりとか、そういったものを抑えてくれるお薬を2月の終わりから、飲み始めています。この薬はですね、即効性がないらしくって、だいたい効果が出るまでに1週間から4週間ぐらい、あるいは人によっては2ヶ月くらいかかる方もいらっしゃるそうなんですね。なので4月から始めるとちょっと遅いということで、1ヶ月半ぐらい前から服薬を開始しました。で、こちらの副作用としては主に眠気が出てしまうらしいんですけれども、うちの息子の場合は全く何も出なくて、逆に効いてるのか効いてないのかちょっとわからないんですけれども、本当にほぼ変わらず、何も変わらずに、1ヶ月半今経ってるような状態です。そういったお薬の開始ですね。で、もう一つは生活習慣を整えるというところで言うと、特に睡眠。とにかく早く寝かせて、1時間でも10分でも5秒でも長く寝てもらうというのを意識しています。保育園の頃からも明日は保育園だから今日は何時に寝るよとか、だいたい寝る時間って決まってて、うちの場合は9時ぐらいに寝てたんですけど、それをもっと前倒しにして、早いと7時半、遅くとも8時半で、だいたいいつも8時ぐらいに寝るっていうようなリズムにしています。で、朝が7時ぐらいに起きるので、だいたい11時間ぐらい睡眠を確保しているというような形です。なので全部前倒しで、とにかく早く寝ようというようなところを、2月3月から意識しております。で、もう一つはですね、おもちゃの断捨離です。やっぱり0歳から6歳まで、ここまでの間もいっぱいおもちゃ溜まるじゃないですか。何度も整理したり断捨離してはきてたんですけど、やっぱり小学校って教科書もいっぱいもらってくるし、ノートもそれぞれあるし、筆箱とか文房具いっぱい増えるじゃないですか。そのものをしまう場所っていう意味でもそうですし、やっぱり気が散っちゃうと思うんですよね。いろんなものがたくさんあると。なので、もう小学校のものはここに入れるんだよっていう大きなスペースを作って、でかつもう遊ばないものだったり、いらないものだったり、いろいろなものを本人に見てもらって、バーって私が本当に大切にしたいものとか、自分の胸がときめいたものだけ取っていってっていう形で、あと全部処分するっていうような切り替わるんだよっていう、小学生になるからねっていうような意味合いも込めて、断捨離をしました。で、学習机とか小学生になるための新しい買い物っていうのもしなくて、物はいらないと、できるだけ少ないものでシンプルに生活が送れるようにっていうことも意識しています。これはお医者さんに言われたわけじゃなくて、私がしたかったっていうだけなんですけど。で、学習机に関してはちょっと迷って、一回その本人が欲しいって言ったら買ってあげようかなと思って IKEA とか行ったんですけど、本人はもう僕は遊ぶことにしか興味ないから何でもいいよって言ったので買いませんでした。でもその彼の言葉は、息子の言葉すごくいいなと思って、子供は遊ぶのが仕事って言いますし、その勉強は学校でやって、家ではもうリラックスとか遊ぶ場所にしてあげたいなって改めて思いまして、もう学校で十分頑張ってるし、学校で勉強を済ませてほしいし、もうそういうメリハリをつけるって意味でも学習机はなくていいかというふうに思いまして、買ったのはなのでランドセルだけっていう形ですね。はい。で、あとは学童に、我が家の場合は4月の1日から通っていて、もう通い始めて1週間ぐらい経つんですけど、そういった小学校生活の前にちょっと学童が始まるっていうことだったので、学童にも慣れてもらうためにちょっとシミュレーションを兼ねて、ちょこちょこ車で学校とか学童の近くに通ったら、ここから入るんだよとか、どんな場所なんだろうねとか、イメージをさせるような声掛けをしてみたりとか、あるいは学童の説明会がちょっと夜にあったんですけども、だいたい各家庭一人、お父さんかお母さんが参加するんですが、我が家は家族みんなで参加をしまして、
あらかじめ知っておく、そのスペースを。4月の1日に初めてその場所を見るのではなくって、あなたは4月の1日からここに通うんだよっていっぱいおもちゃがあるんだねとか、あれ楽しそうだねとか、そういういきなり初めましてじゃないように、ちょっとシミュレーションみたいなものを兼ねるということは意識をしていました。で、もう一つは小さなことをたくさん褒めるということ。これは日々意識はしているんですけれども、特に例えば小学校生活の前に保育園で帰ってきたらハンカチを出すとか、給食袋を出すとか、そういうことも練習を兼ねてさせていたんですけれども、もうそれができたらとにかくすごいね、よく気づいたねとか、よくできたねってかっこいいねみたいな声掛けとかをもうとにかく細かくしていくっていう風にしていました。なんか言われてからやるとか、なんでできないのっていうマイナスを見るんじゃなくて、ちょっとできてなかったとしても、なんかハンカチを少しも取りやすい位置に出しといて、これを洗濯物に入れてくださいとか、なんか自分でできたっていうのを増やして、小さな成功体験をたくさん積み重ねて、小さな自信を積み上げていってほしいと思っているので、特に小学校前は不安がいっぱいだと思うので、とにかくなんか見つけたらとか、あるいは見つけなくても、なんかこっちが誘導してできたら、すごいっていうのをめちゃくちゃ言うようにしています。これは感触対応でも言われていることで、エラーレス、失敗させない、家ではできたをいっぱい増やすっていうのは言われていたので、普段から意識はしているんですけれども、小学校に向けてね、準備っていうことでいつもの 1.3 倍ぐらい多く言うようにしています。とにかくお家の中では充電をしてほしいなと思っていて、僕はできるんだって思ってほしいですし、休憩する場所であってほしいですし、リラックスする場所でもあってほしいので、余計なプレッシャーは与えず、だけど生活習慣はきっちりとして、で自分のできたを増やしていくっていうようなことはとても意識をしています。という意味では、家では何もさせない。小学校前にあたって勉強する方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うちはもう何もしていません。というのも、息子がとにかく何かさせられることが大嫌いなんですね。もう例えばひらがなちょっと書いてみるだったりとかすると、もう言った瞬間もうやる気がふってなくなって、やらされてるって分かった瞬間もう何にもしたくなくなっちゃう性格っていうのもありまして、本人がドリル欲しいって言ったら買うし、本人がやるって言ったらどうぞどうぞっていう形なので、そういうね、本人の性格もありまして、家ではもう自由にどうぞ遊んでくださいと。やることやったならばもう何でも遊んでいいし、何でも食べていいよっていうようなスタイルに我が家はしてます。だけど夕飯とかそのご飯を全部食べたらおやつ何でも食べていいよっていう感じにしているので、夕飯はね結構量を出してますね。やっぱり何でも食べていいよ頑張ったからっていう風にすると、それでも本人はおやつ何個って聞いてくれるので、限度はありながらも、飴とかグミとかジュースとかやっぱ砂糖の塊じゃないですか。なので夕飯はもう結構野菜もりもりだったりしっかりした量をもう出してます。これを何時までねって決めて、でそれができたら何個食べていいよって、できなかったらおやつはないよって、残してもいいよだけどおやつはないよっていうような、その条件をあらかじめ毎日同じことを言うんですけど、自分で決めて、うんって言わせて運用してます。ここまで至るのもね、かなり時間が経ったんですけどね、また食事については食事編ということで、時系列的に我々がどんなことをしたのかお話をしてみたいと思うんですけれども、でもこの中で一番意識しているのはやっぱり寝ることですね。とにかく早く寝かせる、いっぱい寝かせることと、家では余計なプレッシャーを与えないことっていうのを意識してます。というのもやっぱり主治医が口酸っぱく我々に言ってたのが、小学校のその滑り出しが一番大事だと。小学校の第一印象が悪くなっちゃうともう行きたくないになっちゃうと。
で、学校が合う合わない子もいると思うし、学校に行くことが正義とは私は思ってはあまりいないんですけども、やっぱり毎日お家にいると子供が、親も大変だし、行けるに越したことはないじゃないですか。そのための事前の準備だったり、周りのサポートっていうのは、やっぱりやれることがあるので、やっていきましょうっていうような、話だったんですけど、とにかくお家でもギャーギャーガミガミ言ってたりね、プレッシャー与えると、どこで休むんだってなってしまいますし、すごくやっぱりこの3月から4月にかけては私はかなり意識してきたかなというふうに思います。で、今のところ小学校まだ始まってないんですけど、学童で言うともう初日は本当に嫌だ、行きたくないってずっと言っていて、でもこれはその発達障害だからっていうわけじゃなくて、大人でもやっぱ初めての環境に朝から夕方まで行くってかなりハードじゃないですか。で、うちの場合は知ってる子もいない学校なので、そりゃそうだよなと。なのでそこで行きなさいではなくって、いやそうだよねって、ドキドキするよねって、今どんな気持ちって聞いて、嫌な気持ち、怖い気持ちって聞いて、怖い気持ちって教えてくれたので、そうだよねって、怖い気持ちだよねって、ママも怖い気持ちになることあるんだよって、最近ではお仕事でこんなことがあって、初めてのことですっごく怖くなって、こんなこともあって、どうしようって思ったんだけど、でもここをこうしてやったらちょっとママ自信がついたんだよっていうようなお話とかを布団の中でずっとしてたんですよね。で、そしたら怖いことをなんて言うんですか、肯定的には捉えてないと思うんですけど、ママもそんなことあったのって、そうなのって聞いてくれて、なんか元気でだって最初言ってくれたんですよ。よかった、思ったより早くちょっと元気になってくれたって思ったんですけど、20分後ぐらいにはまた行きたくないって言って、私にしがみついてきて、いやそうだよなぁと、いやめちゃくちゃ私も絶対子供だったら怖いし、大変だよなと。でも初日から休ませたらそれはそれで次から行きにくくなるし、逃げ腰じゃないけど、一番最初だけは行った方がいいよなと思いまして、泣きそうな顔をしながら行ってくれたんですよね。で、初日はちょっと早めに仕事を切り上げて早めに迎えに行ったんですけれども、帰ってきたんです、無事に。で、どうだったって言ったら、2人お友達ができてきたよって教えてくれて、半日頑張った息子の姿を想像したら、ものすごく感動したんですよね。で、感動しちゃって涙がちょっと出てきて、よく頑張ったねって運転しながらちょっとうるうるしてたら、泣いてるのママみたいな。いいよ泣いてもみたいな感じで、やっぱり私がすごく立派だねって、かっこいいね、すごいね、よくやったねっていうことがやっぱ嬉しかったみたいで、得意げな感じでおりました。でもやっぱり2日目も3日目もね、今日お休みしたいとか言っていたんですけれども、そこまでまんざらでもなさそうな感じっていうんですかね。で、お迎えに行くと、あの子お友達だよって言って教えてくれたりして、想像していたよりも今のところですけれども、順調な滑り出しが学童の場合はできたかなというふうには思っています。昨日とかもね、迎えに行って校庭で遊んで、公園でも遊んで、かなり遊んで帰ってきたんですけど、ずっと機嫌が良くて、お薬の効果もあるかもしれないですね。飲み始めて1ヶ月半経つので、それもあるかもしれないんですけれども、とても穏やかな感じです、今のところね。はい。また小学校生活始まったら変わってくるかなと思うんですけれども、いろいろな気づきだったりとか、これもしかしたら良かったかもしれませんだったりとか、こういう困りごとの時どうしますかとか、そういったお話をここで共有させていただければ幸いです。こちらの動画が何かの参考になっていればと思います。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。